こう優勢な局面のね終盤戦で、自玉に対する速い攻めがあるかどうかっていうのを考えるんですよね。まずねこれね自玉に対する速い攻めが。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。対局開始。さて、7六歩でいきます。さあ相手の方は4四と止めたので振り飛車か、まだこれだけではね、居飛車系もありますね。4二銀だったんで居飛車かもしれないですね。さて5四歩まだわからないですね。5二飛車止まれば中飛車で5三銀だったんで、これは振り飛車ですね。右にこちらにね王様こっても硬くならないんでね。さてどうしましょうか。これ場合によっては6四銀とかね出てくる形があるんで5七銀と上がってみますかね。いろんな指し方はもちろんあるんですけど、相手の銀がねに歩調を合わせるというのは一つ指し方のポイントですね。3段目に銀が来たので私の方も3段目に銀が上がってね、速攻銀が出てくれば銀が上がるって形を作るっていうイメージですね。相振り持久戦。で相手の方三間飛車で私の方はどんどん深く囲っていきます。香車上がって穴熊を目指しますかね。相手の方はどうするかですね。まだこう形が決まってないので、私の方もこれでねサクサクと囲っていこうって感じですね。はい、3引いて7四歩はちょっとね桂馬の活用を急いだんですけれども、ちょっと珍しい指し方ですかね。もしかしたら8一玉と引くね、近年ちょっとねプロ間でも流行している形になるかもしれないですね。私の方は6六銀から6八角と引いて、穴熊のね4枚穴熊を目指していきます。2二飛車はちょっと手堅い手ですね。2四歩同歩同角と来られる手を防いだってことですね。で6三金、私の方は5九金とね右と寄って固めていきます。これまだ王様未完成で王様引いてきましたね。そうですね、この形ですか。これちょっと最近ね流行してる形で、さあこれでいろいろあるんですよ。7九金から6九金とね固める手もあるんですけど、少しリードを奪いに行く手を指していますかね。3六歩とこれちょっとね、局面のリードを狙う手です。地味ですけどね。これ2二飛車とね寄った手に少しこう、反応したというかね、2二飛車と寄った手を咎めていくようなイメージですね。というのもこれ3五歩とついて、2二飛車というのはね2筋を受けてきた手なので、角の頭がねこう3八飛車と寄って、この時3二飛車がいるとねやはりすぐ後ろに飛車が控えてると、ちょっと攻めにくいんですけど、2二にねずれてるんでねちょっとこれがやりやすいんですよね。王様はねもちろん7九金から6九金右とね固める手もあるんですけど、王様を固める十分ね今でももう硬くなってるんでね、先にこうポイントを稼ぎに行く、3五飛車と走れるとね一歩持てると後々ね、攻め手に困らなくなるので、銀取りは引くんですけどね、これ3五飛車と取って一歩を持って後で戦いやすくするという考え方の、これはちょっと積極的ですね。これはどういう意図かというと、同歩だとこの手はね、玉がこう8一に下がっているので一理あるかなと思いますね。8二に王様がいるね、美濃囲いの形でここをついちゃうとね傷になりやすいんですよね。このさっき飛車走ったら飛車寄ってこう7六歩と打ってこう抜くみたいなイメージだと思うんですよね、相手の方の指し方。さあどうしようかな。飛車走って桂跳んで堂々とやっても堂々とやる手もあるが、こう歩を打ってね角を叩き切ってね飛車交換しちゃおうっていうね大技を狙ってると思うんですよね、おそらく。なのでどうするか。ここ歩をついて同銀で角出るっていう咎めに行く手もありますね、今見るとね。それやってみますか。これ逆用してね飛車走る手もあるんですけど、ここねついてきたんでこう桂頭を狙ってね同金に角でね行くと、飛車で行くのもいい形なんですけど、角で行って銀取りになるのもねかなり魅力的なので、少しね相手の方の歩の突き捨てをね咎めるような感じもありますけどね。相手の方もね後で突くと取ってくれないから早めに突いたんだと思うんですけど、王様に近いところの歩なんでね、傷になりやすいっていうところはあるんですよね。これ桂馬にね逃げる手もあって、桂馬逃げれば8六銀なんですけどね、これで角で取ると。でこの時銀取りになるっていうのが、この歩を突いた意味ですね。銀取りでね
まあ気持ちのいいさばきですね。で銀取りを受ければ、3四歩と角の頭に、先着1名様ですね。相手に打たれるとバックするしかないですけど、自分から打てばね、この角安定するんでね、これ4四銀ですと3四歩が痛いですね。3四歩取って角取って角取った時にね、自動的に飛車銀両取りになりますので、それはできないですね。なのでさあどうするか、ちょっと困ったかもしれないですね。しかもこの7四の金の形がね、浮き駒であまりいい形じゃないんですよね。角交換、角をね、大駒が交換になった後に例えば4一角でこの金狙うとかね。で私の方はまだ金が完全にできれば理想は金がもうくっつくのがいいんですけど、一応銀2枚ねいるのでね、なかなかこれ以上はね、一応コンパクトにまとまってるんで。さあどうしますかね。何かもう勝負手が来る可能性もありますかね。例えば7六歩と打って同銀にもう角切っちゃってね、同玉なら3二飛車とかね、何かもでもそんぐらいしないとこの穴熊硬いんで、まともにこのままね銀が逃げて角取りに歩打たれたりするときつそうなんでね、そういうもう非常手段が来る可能性は、考えられますね。ちょっと考えてますね。銀取り、そうですね、角切りですよね。こういう手ですよね。ただこの手だと一応玉がね潜ったまんまなんで、そうこれがあるんですけど、この時にね4一角と打つ手があるので、銀取ると飛車取られちゃうんでね、これで金取りになると、そうこの金をね一応咎めてね、飛車切ってきても同飛車で一応ね紐がついてるんでね。ただこれまだ怖いですね。穴熊まだ遠いね、バラバラなんでね。やはりでも相手の方は非常に鋭いですね。一番嫌な形で、勝負してきましたね。いやこれまだ容易じゃないですね。例えば7六歩とここで打ってね、先手の方も嫌味がありますね。7六歩打って同銀なら4四角、銀が引けば例えば577銀とかね、もう強引に駒を打っていっても、王様これやはりね8二にいるより8一にいるんでね、少し深いんですよね。桂跳びですから、これ金取ると7七桂成同桂7六なんで、これはバックしますね。4四角ならもう金取って2枚取る手があるかもしれないですね。ここで4四角取った、飛車逃げる手もありますし、7四角成3五歩8五馬とね、金桂をあっさりとさっぱりね取っちゃってもいいかもしれないです。今7六歩とか打った方がちょっと気持ち悪かったですけどね。7六歩に8八銀なら7七銀みたいなね、ちょっと駒が足んないとは、厳密に言うと足んないとは思うんですけど、さあこれはね金取りで、金取りをね防いじゃうとね、この狙いやすいね4四に角ったりして狙いやすい飛車がこう3二飛車ないとね逃げながら成り込む手がね大きい手なので、相手の方はこれなんとかここで、7四角成自体はね金を取るのは大きいんですけど、王様が詰むとかね詰めろになるとかわけじゃないんで、7四角成ってやられる時にそれ以上に厳しい手があれば、金を捨てる手も十分あるんですけど、ちょっとね結構穴熊これ遠いんでね手が難しいかもしれないですね。7六歩はあったと思うんですよね。桂跳ぶとこでね7六歩と打って同銀なら4四角、8八銀なら7七、これちょっとね、解説編の方でできればと思います。で歩を垂らしてきましたね。これも考えられる手ですね。金を取れば7七歩成で同桂同桂成同銀に4四角と打つと、そのレールに乗ってしまっても十分戦えそうですが、7八歩と手堅く受ける手も魅力的で、ここは迷いますね。7八歩と打っとくともねやっぱり駒得なんでね、金持ち喧嘩せず、ただ金取って強く指してしまう手もあるですね、ありますね。ここはね迷いますね。どっちがいいかな。7八歩の方が手堅いから激辛ですけどね、歩打てばね7八歩でいきますかね。金取る手もありますね。金取って7七歩成同桂同桂成同銀、あるいは4四角を最後に来るんですけど、飛車を取らせてもその瞬間におちに手を入れてね、やはり7四角で先に金儲かってますんで、後で飛車を取られても十分戦えるっていうことを考え方もあったんですね。で金寄りですけど、これはちょっと辛いですね。飛車が、3二飛車でね脱出できるんでね、これが大きい手ですよね。狙われやすい飛車を逃げながらこう攻めに効いてくるんでね。ただ相手の方も7六歩と打った手が一応
攻防にね効いていて、これね居飛車の方に7三歩とか打たれると同金でこういっぺんにね王様薄くなるんで、ここに歩を打って打ち合ったことによってね、若干この王様の耐久力がね増してるんですね。ただしちょっとこの逆に穴熊が7八歩と打ったことによって、なんていうんですかね、こう手の付けどころがね難しくなってますね。これね、これはねはっきり、私の方が優勢ですね。これで攻める場所がね難しい。これ打ち込んできてもね数が、私の方が勝っているので、7七銀と打ってもね同歩同歩成同桂とね自然に対応して、もう最後ね4四角という手が効かなくなってるんでね、しょうがなかったですけどね、7四角成が大きい手だったんで8四金もね逃げざるを得なかったっていうのはあるんですけど、これは攻防いろんなね攻防を経て局面的には優勢に、なりましたね。3五歩からね3八飛車っていう動きが、結構ね対振り飛車で定番の動きなんでね、ぜひぜひね覚えていただきたい。そうですね、4四角、これね言っておくような感じなんですけどね、一番嫌な手なんですけどね、これね金上がるのがいいかな。こうね7七に打ち込んでこられる手をね防いで金は上がって、7七銀なら同歩同歩成同桂でねいいですし、8八来てもね同玉で大丈夫なのでね、桂跳びですか。これはねしょうがないですね、手を入れてねやったんですけれども、さあどうしますか。そろそろ攻めていきたいところです。どう攻めるのがいいかな。もう一手ね7九金とかやればより硬いんですけどね、そこまでしなくてもという感じで、3四歩でも正直間に合いそうなぐらい自玉は硬いんですけど、もうちょっと気の利いた攻め、6一飛車とかかな。6一飛車ですかね。銀引いて固めてきそうなんでね、そこでどうするか。銀引きでね角が効いてくるんで、その先ぐらいまで読んでからね指したいですね。6一飛車6二銀引き、それで6五に角成とベタッと納得ぐらいでもですけどね、正直3四歩と打つ手も十分有力なんですけどね、飛車を銀引いてもうちょっと気の利いた手がないか。迷いますね、こういうとこはね。手の計算ですよね。要するにこういうところで3四歩打つ手がとんでもない緩手になる時って将棋にあるんですけど、こう優勢な局面のね終盤戦で、自玉に対する速い攻めがあるかどうかっていうのを考えるんですよね。まずねこれね自玉に対する速い攻めが、銀って角桂急所効いてるけど、とりあえずないと。ないなら例えば7二竜みたいなねズバッといくような手が必要ないんですよね。自分の王様に速い手があるならもう7二竜とかいかないといけないんですけど、自分の王様に速い手がないんであればゆっくり攻めるっていうことですね。ちょっとやってみますか。3四歩ちょっと激辛すぎるかな。3四歩いってますか。これがね一見王様からめちゃくちゃ遠い手なんですけど、自玉の安全をね見切った手というかね、この手のメリットは、確実性で、デメリットは遅いですね。ですが速い手がないと見切って打ってると。で相手の方も速い手がないんで、この9四歩はね確かにこれ一番こうのんびりしてる一番実は速い手かもしれないです。先手王様にね攻める手がないんですよね。なのでこれで攻め合いですね。これで負けちゃうとひどいんですよね。3四歩ってねスピードをなんですか見切ったつもりが、これで攻め合い負けだったら3四歩っていうのはとんでもない悪い手になるんで、自玉のスピードを考えるっていうのはとっても大事なんですね。さあこれで端攻めをあとは余せれば勝ちですね。どうですかね。これ角が効いてんのがねちょっとこれ相手の方からすると皮肉、走ってくるかもしれないですけども、捨て身でね角が効いてるんでね同角ないと取れちゃうんですよね。それをもうやるしかないかもしれないですけどね。そうですね、やはり攻める場所はなかったんでね、相手の方の手が悪いとかじゃなくて局面がもともとねやはり優勢だったので、香打ちですか。さあこれで分かりやすいです。またこれも手数計算で香車してくる手が詰めろになるんで、その瞬間に相手の王様が詰めばいいっていう組み立てでいくのはありますね。具体的に5三とが詰めろになればいいって感じですね。5三とで、絶対9六香とくるんで、そこで相手の王様が詰めばいいっていうのを今考えてます。大体詰みですけどね、どうだろうか。行ってみますか。5三とで取って香車を走ってくると。そうですね。でここで詰めば勝ち、詰まないとねピンチになります。さあ7二竜同銀、
7一金とかからいくか、7三桂からいっても詰みそう。7三桂がまあ安全勝ちのような手なんですよね。これ同金なら9三桂と打ってね、同香に9二銀で詰みです。同金なら9三桂同香9二銀で、9二玉と上がると、一応ここに金がいるんで詰みにくい格好なんですけど、なんといっても9六角ないとね、香を取る手があるんでね。さて玉を立った。これは竜切って詰みかな。同銀で角銀打って、飛車打つのが一番分かりやすいですね。そうですね、こっち行くしかないですね。もう香車がね取られちゃったら負けなんでね。さてこれであとは詰ませば勝ち。いっぱい持ってますからね、どうやるのが一番いいかな。6三と同金7一飛車成でいっていいですかね。6三と王様上がると金取って、何が一番分かる。と金寄りでいいですね。と金寄って王様上がったら8六桂でもいいですしね。これは詰みですね。複数詰みがあったと思います、今の局面はね。王様こっち行くとね、もうちょっと長いんですけど、香車が影になっちゃうとね、先手玉がもうまるで攻めがないのでね、相手の方形を作ったという感じです。これはね、同金なら7一飛車成からね、駒がいっぱい取れるんで、これで飛車成ってね。バラケね、駒余ってますね、これはね。しょうがなかったですね。中盤のね、今ちょっと速度計算の話をしたんですけど、一番難しいところですよね、将棋のね。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやってまいりました。今回はですね、相手方の三間飛車をね、迎え撃つという将棋になったんですけれども、穴熊、そこそこ完成した段階でね、リードを奪うようなね、動きをしてね、最後は速度計算を見極めてね、勝つという感じで、ぜひぜひね、皆さんに対局の呼吸などをね、見ていただければなと思っております。詳しい、内容はですね、将棋大津、解説編動画の方でやっていきますので、そちらの方をね、ぜひ合わせて見ていただければなと思っております。